皆さん、クロード使ってますか？僕はですね、めちゃくちゃ使っています。以前の動画で僕がクロードコードを使って作ったタスク管理アプリをご紹介しました。もう本当に僕はこれに助けられているんですが、これを含めてクロードによって何ができるようになるのか、そして何がいらなくなるのか、これについて話していきたいと思います。僕がクロードでやっていることは大きく2つです。1つは、ウェブアプリ的なものを作っていること。で、もう1つはちょっと裏側チックな自分の仕事の効率とか性能を上げるためにクロードを活用しているというところですね。実際に具体例を見てもらいたいと思います。まず1つ目は僕の習慣化アプリです。僕が今平日の週5回ちゃんとやるように習慣化していきたいと思っていることが2つあります。1つがランニング、そしてもう1つが YouTube の動画投稿です。なかなかサボってしまいがちです。そこで僕は今までの習慣化の成功パターンをもとに今回こうやって作ったハビットスタジオみたいなものを作ってみました。今週5で1個僕が続いているのが暗闇ボクシングのトレーニングなんですよ。これがなぜ習慣化できているのかっていうのを紐解いた時に、理由の一つとして達成度が見やすかったっていうところがあったんですよね。ボクシングのこの予約のページを見ると、実際に僕が今月どのくらい行ったのかというのが一覧できるようになっていて、これを見返すのが結構モチベーションになってたことに気づいたんですよね。逆に穴が開いてるとすごくサボったような罪悪感が生まれる。なのでこれをベースに何かできないかということで、僕はこの YouTube のアイデアとかタスクの進捗状況の管理シートと、この習慣化アプリというのを合体させて作成することにしました。今ここに書いてあるメモは完全にデモ用に作っているので、僕の実際の YouTube 動画に載せているものでは全くないんですけれども、ページの下の方が僕のこの達成度合いを見ることができるようなページにしています。カレンダー形式でまさに元ネタにあったようなものを作れているんですね。ラン、トレイン、そして今日公開した動画のカードですね。これをカレンダーに並べて、この3つが揃っているのが全て達成できた日というような形にしています。このランとトレインは僕は、ワークアウトアプリのストラバと連携させることによって自動で運動したらここにランニングをしたで、トレインはボクササイズですね、ボクササイズをしたっていうのが同期されてここに反映されるようにしています。この2つは自動で、もし手動で入れたい時にはここのボタンを押すことによっても登録ができるようになっているんですね。そして重要なのはこのカードの部分です。これはドラッグ&ドロップによってそれぞれの日にね置くような形で設計をしています。で、この YouTube に関してはネタが思いついたらここに追加してアイデアのところにどんどんと溜まっていきます。で、ここは自由配置で好きな場所に集めて、例えば同じようなカテゴリーはちょっとここら辺に置くとか、で、撮影日の割り当てですね。撮影ができそうなタイミングにちゃんと割り当てて、週5本撮影しないと週5本公開できないので、それをしっかりと把握するためのスケジューリングとして、ここに、ある種カレンダー形式で、上が午前、下が午後というような形で載せているような状態です。で、撮影が終わったらここのエディットの方に持っていって、こんな感じでですね、編集待ちというような、素材群になっています。で、終わったら先ほどのカレンダーのところに置いて、今週は動画は週5本いけたけど、ランニング週3回で終わってしまったな、みたいなのを自分で振り返って、できたできないをしっかり自分のモチベーションにするという風にしています。比較的シンプルなモチベーションアップの仕組みではあるんですけど、すごくね、効いたんですよね、僕には。なのでやっぱり自分の経験と照らし合わせて、この仕組みのこれバージョンが欲しいなみたいなものをイメージすると作りやすいかなというふうに思います。続いては以前もご紹介したこのタスク管理アプリです。本当に細かいところはすでに動画でご紹介しているので、ぜひそちらをチェックしてみてください。僕がやりたかったのは時間によるタスクの進捗の管理です。こうやってタスクを実際にね入力できるようになっています。ショートカットもこうやって聞くようになっていて、予定日とかも変えられるようにしています。で、入力したタスクに関しては完了した時に実際にかかった時間を入力できるようにしているんです。完了する前でも進捗のところで今どのくらいまでやったっていうのを入力できるようにしています。で、かかりそうな時間、今全部でだいたい6時間くらいかかりそうっていうのを見積もってくれているんですが、これは AI に過去の自分のタスク完了履歴から似たようなタスクがどのくらいで終わっているのかっていうところを類推して、測ってもらっている感じです。で、実際に完了してここが例えば1時間で終わりましたってなったらここが増えて
ここもね3時間に増えます。朝起きてこのタスク管理ツールを開くとこんな感じで振り返りページが出るようにしています。これで実際ちょっともうちょいやったなみたいなものをこうしっかり入力して最後振り返りに回して、そうすると昨日は何点でしたねっていうスコアが出るようになっています。これを保存すると実際に先ほどのこの点数に反映されるようになるんですね。こんな感じ。はい。で実際にトータルはここのレビュー画面でほらこんな感じでやったタスクとあと合計で何時間働いたのかっていうのが見られるようになってます。これによって僕は、一般的なタスク管理アプリから完全に解放されました。TickTick とか、Notion とか iPhone のメモアプリですね。あともっと言うとここのノーツという欄があるんですが、ここには自分でこう思いついたことをメモできるようになっています。それぞれタスクにこうやって移すこともできるようにしているんですね。こんな感じでお互いに複製し合うこともできて、なんかちょっとこうねタスクに関して膨らませたい話とかパパッとメモしておきたいことがあればここにメモできるようにして、こういうメモって本当にいろんなアプリの中で散らばるので、これを一番よく見るタスク管理アプリに押し込めてかつ連携したというような機能になっています。これで僕は Google Keep のようなメモ帳アプリを使わなくなりましたね。タスクをする、タスク以外も記録する、これらを連携させる、そして振り返って次のタスク管理に生かす、このプロセスを自分のやりやすいような画面の見た目で管理できるっていうのが僕にとってはものすごくありがたいなというふうに思います。そしてツール系で言うとですね、最後にこちらになります。メール系アプリですね。でこれはモノグラフ堀口さんも自作されていて、作ってる時にそれもちょっと話しながら自分なりにこうチューニングしてみたようなアプリです。やりたかったこととしてはすごくシンプルで、いくつかのメールアドレスをこう一つのページの中で一覧したい。そして AI による返信文の生成機能をもうこのメールサービスの中に突っ込んでしまって、全てのメールアドレスで使えて、かつ自分にぴったりの文言みたいなところを入れられるようにしているんです。実際にこれらダミーのメールですけれども、ちょっとこんな感じのメールが来ていた時に返信する時にこの生成ボタンっていうのを押せるようにしています。でその際にこういう感じでっていうのを返信できるようにしているんですね。例えば、承諾の内容で送り返してとか、相手が英語のメールだったので英語で返事をしてとか、かなりこう目上の方なので慎重に丁寧にみたいなことを書くようにしています。でかつこの詳細ボタンというのも作っていて、このクロードのモデルを選べるようにしていて、ちょっとこれは丁寧めにちゃんと返そうみたいなのは品質の高いものを使うようにして、あとテンプレートですね。これも登録できるようにしていて、似たようなメールがよく来る時には、このほぼほぼ同じような文章で、タイミングに合わせてこうチューニングできるようにテンプレートを設定して、これを読み込むようにしてもらっています。そんな感じで生成ボタンを押すとちょうどいい文章が作られるようになっているという感じです。これちょっと簡素なメールに対して簡素な返信文が作られたんですけれど、実際に使ってみるとね、ものすごい精度で僕がメール文章を打つことがかなり減りましたね。であともう一つ僕がやりたかったのが決済履歴をまとめることでした。メールで来るカードの利用履歴みたいなところをベースに、すぐに振り返れるようなこう取引データベースみたいなものをちょっと閲覧したい、参照したいなというふうに思って、この管理のところから取引を見られるようにしました。ここで例えば実際にですね、直近で何にお金を使ったのか、どこで何を買ったのかみたいなところが見られるようになっています。でこれは一覧でも見られますし、ちょっとこれ表記が足りてないですが、昨日は何円使った、一昨日何円使ったみたいなのが見られるようになってたり、これも月別とか、あとカード別とかね、店舗別みたいなものでも選べるようになっています。今までこれ僕ちゃんと管理したくて手打ちしてたんですけど、ちょっとね忙しくなるともう 2,3 週間分ぐらい放置されて、そうするともう一気にやる気がなくなるみたいなことがあったので、これでその手間が全くなくなりました。自分がどういったものにお金を使っていて、先月と比べてどのくらいお金を使ってしまったのかみたいなところをしっかりと把握できるようになったんですね。キャッシュレスってそういう出入りがねすごく見にくくなるからこそ、これは自己管理の意味ですごく重宝しています。確定申告用とかっていうよりは、もう自分でお金の出入りをある程度把握しておくための自己抑制ツールみたいな感じですかね。以上が実際に僕が自分で作って使っているツールでした。こういったことで僕はもう特にノーションですよね。
あと Gmail 系のアプリ、メモアプリ、これらを全部まとめてかつ自分で使いやすいようにしています。続いては、ちょっとレベルを上げてというか、実際に今クロードを使われている方なら共感してくれるんじゃないかなというふうに思うポイントについて、僕が工夫している裏側みたいなところをお話ししていきたいと思います。一つ目はリサーチ機能です。チャット GPT や Gemini にもあるディープリサーチといった機能、クロードにも似たような機能が存在しています。このプラスから選べるリサーチ機能ですね。ここを押すと10分から20分ぐらいかけて1個のテーマについてガーッといろんな情報を調べてくれるというような機能なんですが、このクロードのディープリサーチは残念ながら YouTube の動画を分析してくれないんですよ。実際に僕のチャンネルについてクロードに調査をしてもらった記録があるんですが、めちゃくちゃノートを見るんですよね。僕はノートを年に1回しか更新しないんですよ。となると、これ間違えてるな、古いなみたいな情報を結構持っているんですよね。で、別に YouTuber に限った情報じゃなくても、例えば新製品に関する口コミなどを中心に調べてほしいっていう時に YouTube で上がっているレビューとかを参照できないような形なんですね。タイトルとか概要欄は見られるんだけど、動画本編の内容については確認することができないというのがクロードのデフォルトの状況です。これを解決しました。別に何も魔法みたいなことはしてなくて、 YouTube も見られるようにしてほしいと言って実装していた結果です。実際にですね、ちょっとリサーチには時間がかかったので、結果だけご紹介していきたいと思います。例えば、こんな問いかけをしてみました。これは僕が友人とやっているモラトリアム備忘録というビデオポッドキャストの番組についてです。YouTube と Spotify で配信をしているんですが、逆に言うとこの情報は YouTube にしか今ないので、YouTube を見ないとどうにもならないはずなんです。で、実際に聞いてみたところですね、ちゃんと YouTube 見てくれたんです。例えば最新回の冒頭で難波氏自身がモラトリアム備忘録、この番組と明言しています。そうなんです。これ動画の中で本当に言ったことを読んでくれているんですね。何を読んでいるかというと、動画に紐づいている字幕です。このチャンネルでは字幕を設定していないので、自動生成の字幕を読んでくれているんですよね。なので難波氏がカタカナだったりとか、相方の方名前もこのカなんてカタカナになってたりするんですよね。でも番組内自己紹介で編集者ライターと名乗っていますとか、本当にちゃんと動画の内容を見てくれて、それによってポッドキャストのトピックの選び方みたいなところまでしっかりと触れてくれました。これは僕は完全にネット上で明言しているものではないので、 YouTube を見てくれた証拠です。これ結構便利ですし、何よりもこういった動画も見られる系の AI エージェントを契約する必要がなくなりました。それこそマナスとかは使わずに済むようになった、クロードに一本化できるようになったっていうことですね。ちなみにこれをクロードにやるために本気でこれだけです。言ったことは YouTube 見てって言っても見てくれないんだけど、なんかどうすれば実現できるみたいな、これ言ってあとはひたすらやり取りをするだけで実現できるようになるので、ぜひぜひ試してみてください。2つ目はオブシディアンとの連携です。これもモノグラフ堀内さんがやられていたと思うんですが、僕のものはちょっと目的とか運用が違ったりすると思うので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うとクロードはこのやり取りした履歴を覚えてくれるんですけど、全部が全部覚えられるわけじゃないんですよね。何が大事なのかっていうところを結構雑に覚えがちなので、しかもそれはクロード上ではコントロールできなくて、本当にクロードの判断で覚えるか忘れるかっていうのを決めちゃうんですよね。正直ちょっとこれは使いにくいというところで、この脳を別の場所に移植するっていうことをやっているのがオブシディアンとの連携です。すんごくざっくり言うと、オブシディアンっていうのは AI にとっても使いやすいメモアプリです。で、このオブシディアン、僕はほとんど記述をすることはなくて、今これブワーっと日にち並んでると思うんですが、全て AI が勝手に拾ってきてね、クロードとのやり取りとかそういった履歴を全部ここのメモに毎やり取り記録して残してくれるようにしているんです。例えばこの日はまさにこれですね。会話のやり取りのうちの要点だけをかいつまんで記録してくれています。ハーフマラソンでランニングベストは必要かっていう話
を相談して、このチャットでのやり取りをだいたい要点をねまとめてくれるようにしています。これクロードでのやり取りをこうやって記録できるだけではなくて、この外部の脳にクロード以外のデータも貯めたいなと思ったんです。ということで僕がこのオブシディアンに残すようにしているのは、まずは今言ったクロードとのチャットでのやり取り、そしてクロードコードでのセッション、やり取りの一部始終、そして同じようにクロードのコワークでのコンピューターを操作した履歴、やり取り、先ほどの自分で作ったタスク管理アプリでのやったこと、やらなかったこと、どのくらいやったのかっていうのの履歴、そして自分のウェブ上でのいろんな行動データです。 Google Chrome での閲覧履歴、これはスマホも PC も、あと YouTube の視聴履歴、Spotify のポッドキャストの視聴履歴、あとは Notion 上での修正とか変更とかで、あとは Google フォトとか Google カレンダーとも連携をしています。もうこれによって僕のパソコン上でのやったこともう9割くらいはこのオブシディアンに要点をまとめて載せてくれているんですよね。例えばこの日5月16日にハーフマラソンについて聞いたんですが、 Google カレンダー上では5月17日翌日にハーフマラソンの予定が入っているので、実際にこの2日間でガッとマラソンに出てったみたいなことがもうこの日記上でストーリーというかね、文脈みたいなものが生まれています。とか5月1日に始めたクロードコードでのアプリ開発が5月5日ぐらいに頓挫して、でちょっと1週間ぐらい経って5月12日ぐらいにまた復活したみたいなことも全部残ってます。すごく聞こえを良くすると日記です。悪くするとストーカーです。そういうことができるようになっているんですね。これをクロードでやり取りをする際に毎回読んでくれています。ただ毎回でのやり取りで過去の日記全部を読んでもらうのはさすがに限界があるというか、ちょっとねクロード側に負担がかかりすぎます。なので読む量についてもちょっと制限をかけるようにしていて、直近のだいたい7日間に関してはこの日記を基本的には全文読んでもらう。古いものに関しては徐々に情報の量を圧縮して捨てるようにしてもらっています。そのためのダイジェストみたいな情報のページも作っていて、これも読むようにしてみたいな方を指示しています。結構ねこういう工夫がなんだかんだ必要ではあるんですが、とはいえ自分の知識をほぼ全部持っている状態で、このクロードでの回答とかをしてくれるので、非常に助かっていますね。でここハンドライティングっていう項目があります。これはですねオブシディアンには手書きのメモを残すようなプラグインがあるんですね。なんか考え事を手書きでしたいな、頭の中を手で書いて整理したいなという時にはオブシディアンを iPad で開いてここに記入するようにしているんです。でこの手書きのデータはしっかりとその内容を理解して先ほど話した日記に残してくれているんです。実際に5月9日の日記を見ると精度は微妙ですねここはちょっと要改善ではありますが、でもしっかりと画像は読み込んで、これ何書いてるのか頑張って推測してくれています。これは僕の手書きの精度もそうですし、ちょっとチューニングは必要そうですね。はい、頑張ります。一応日記を実例で見せておくと、実際にこれクロード上でねクロードコードでやり取りをしたさっきの習慣化アプリを作っている履歴ですね。あと Notion でね、例えば棚が欲しいっていうページを作った。でそこで何を書いたかっていうので、僕の今考えてることみたいなのが若干反映されるようになっています。ウェブだと実際に閲覧した記事で、僕の場合は例えばねもう毎日のようにアクセスするページって当然あるじゃないですか。そういうのを省いて初めて新しく見たようなページに関しては記録するようにっていう風にしています。あとこれタスクドックですね。実際にやっていたタスクに関してこうやって、変更の履歴とかも残るようにしています。あとYouTube はこんな感じですね。エンタメ系のチャンネルの視聴履歴を残しても無駄な情報量だけ増えると思ったんで、そういうのは勝手にジャンル分けして、多分これ身になるような内容だと思ったやつだけ残してみたいなのだけここに記録するようにしています。直近の僕の趣味思考だとか考えていること、やったことも含めて全部ここに載せているというような感じですね。なのでこれも Notion をだいぶ使わなくなりましたし、あと手書きをここでやるようになったので GoodNote を開く頻度も極端に減りましたね。そしてもうこれはですね、多分皆さんには何も役に立たないと思うんですが、動画編集の効率化にも取り組んでいます。特にトルツメですね。無音部分のカットだとか言い直している部分を
一つにまとめるみたいな作業ってやれますってアプリあるけど精度が微妙だったりすることが多いんですよね。自分の動画で特に字幕ファイルを読み込ませることによって、よく出てくる固有名詞の学習だとか僕の喋り方の癖、そして僕の編集の癖、ここら辺を毎回編集するたびに学習するようにお願いしています。こんな感じでじゃあ次の動画に行きましょうということで渡した動画について編集ファイルを生成してもらって、もうカットが全て済んだ状態で僕が編集作業に移れるので1本の動画にかかる編集時間が半分ぐらいにこれだけで短縮されました。ただまだ自分で手を動かす部分はもちろんあるので、それに関してはこうやって逐一ね、こういうところは今後直してくださいみたいなところをこう説明してあげます。ただ精度はねちゃんとねやっぱ上がってはきていると思います。少なくともね効率がだいぶ上がったというところだけでも大きいですね。こういうのもなんか効率化できないみたいなのを最初に投げることが大事かなと思います。そして最後、僕がコワークディスパッチというものを使っていることについて話してみたいと思います。このコワークにあるディスパッチという機能を僕はかなり多用しています。これスマホで Mac を操作するためのツールなんですね。で、僕はさっき話したように Mac mini をもう AI 用に渡してあるので、スマホから Mac mini に指示を出すためにこういったディスパッチを使っています。僕がほとんど投げているのは YouTube動画の海外対応です。元になる日本語のタイトルと字幕、そして動画の URL を渡すことによってだいたい13言語ぐらいに翻訳して、タイトルと字幕をアップロードしてくれるようになっています。正直ですね、まだまだ成功確率は高いとは言えません。完全にこのコワークが完了させられたことはまだ 1,2 回しかなくて、あとは結局ちょっと途中で詰まりましたみたいなね、まさにここに書いてありますけど、そういうことがあるので、僕もちょっとねその度に操作をしてということはあるんですが、とはいえ8割9割をスマホで操作できるので、移動中とかにも勝手に作業を進めてくれるんですね。家でちょっと AI 用のパソコンにできそうな余っている MacBook だとか何かパソコンとかがあれば、ぜひそれを活用してみるのもおすすめです。で、あとちょっと本当にもっと細かいところをご紹介すると、これもよくある話かもしれないんですが、クロードが自分でやらかしたミスみたいなものをしっかり覚えてもらうように、例えばさっき話したオブシディアンにはミステイクというページを用意しています。これも勝手に AI が書き込んでるんですが、これはちょっと今後時間の無駄だったりお金の無駄だったりするからやってほしくないのでメモしておいてみたいなことはしっかりと記録するようにしています。もう本当に部下をちょっと従えているような感覚に近いかもしれないですね。あとですね、何かクロードコードで開発をしている時にはコーデックスをつないでやり取りをしてもらうようにしています。コーデックスは OpenAI、チャット GPT を持っている OpenAI のこのコード生成、クロードコードのような開発ツールになっています。これをね、常に2人で議論しながらやってもらうというような形式をとっています。常に意見に幅を持たせてやり方をいろいろ検討した上でベストな方法を検討してくれるようになっています。セカンドオピニオンを常に入れているような感覚ですかね。はい、というような感じです。結局一番重要なのは課題とか、ストレスみたいなものを自分の中で顕在化する、見つけ出す力かなというふうに思っていて、やれそうなところからちょっとクロードコードとかクロードに話しかけてみるっていうところから始めてみるのが良いかなというふうに思います。こんな感じでこのチャンネルでは他にもライフスタイルに関する様々な動画を載せているので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で、以上なごみけでした。では。